やろうと思っていたのに今日もできなかったことはありませんか？机に向かおうとしてスマホを見て終わった日、やる気を出そうとしてため息だけで終わった朝、そんな自分を責めてしまったことはありませんか？でもそれはあなたの性格のせいではありません。努力が足りないからでもありません。実はそこには脳の仕組みが関係しています。人の脳は面倒なことを避けるように自然にできているのです。だから動けないのはごく普通のことなのです。そんなあなたにそっと寄り添ってくれる一冊があります。この本を読むとあなたの行動のハードルが変わります。今回ご紹介するのはめんどくさがり3でも一歩を踏み出せるすごい行動力。著者は水江拓也さん。ジャンルは行動力を高める実用書です。この本は動けない自分を責めるのではなく、どうすれば自然に動き出せるかを優しく教えてくれます。頑張らなくても一歩が出る方法が書かれている本です。この動画では本の要点を3つに分けて紹介します。本書の概要。この本は動きたいのに動けない人のための優しい行動の本です。やる気が出ない理由を根性や気合で片付けません。人の心と脳の動きをとてもわかりやすく説明しています。本のテーマは大きな目標ではありません。ほんの小さな一歩をどう踏み出すか、そこに焦点があります。例えば完璧にやろうとしないこと、全部やろうと考えないこと、まずは数分だけ動くこと、そうした小さな工夫が行動につながる理由を順番に教えてくれます。文章はとても優しく、専門的な言葉はほとんど使われません。読んでいると自分のことを分かってもらえたような気持ちになります。この本を読むことで行動できない理由がわかるようになります。そしてこれならできそうと思える選択肢が少しずつ増えていきます。頑張らなくてもいい、自分を責めなくてもいい、そんな安心感の中で自然に動き出すことを目指した一冊です。重要な3つのポイント。1、この本でまず大切にされているのは、行動は気持ちが整ってからではないという考え方です。多くの人はやる気が出たら動こうとします。でもこの本では順番が逆だと伝えています。先にほんの少し動くことで後から気持ちがついてくる、そう説明されています。例えば机に向かう前にノートを開くだけ、立ち上がるだけ、それだけでも立派な行動です。脳は動き始めると続けようと働き出します。だから完璧な準備はいらないのです。本の中ではまずは1ミリでいい、そんな印象的な言葉で行動の大切さを伝えています。大きな一歩ではなく、止まっている状態から少し動くこと、それが全ての始まりだと優しく教えてくれます。重要な3つのポイントに、次に大切なポイントは、めんどくさい気持ちをなくそうとしないという考え方です。多くの人はめんどくさいと思う自分をダメだと感じてしまいます。でもこの本では、めんどくさい気持ちは自然なものだと伝えています。無理に消そうとするとかえって動けなくなる、そうやって心の仕組みを説明しています。そこで出てくるのが、気持ちはそのままでいいという考え方です。めんどくさいまま動いてもいい、やる気がなくても始めていい。本の中では、気分は行動の条件ではない、そんな印象的な言葉が使われています。気分が変わるのを待つのではなく、行動しながら気分が変わる、そう考えるだけで心が少し軽くなります。自分を責めずに今の気持ちのまま一歩を出す、それが
続ける力になると優しく伝えています。重要な3つのポイント3。3つ目のポイントは、行動のハードルをとことん下げるという考え方です。人はやることを大きく考えると、それだけで動けなくなります。この本では、これは小さすぎるかなと思うくらいがちょうどいいと伝えています。例えば、本を1ページ読む、道具を1つだけ出す、タイマーを1分だけセットする、それだけで十分だと書かれています。脳は簡単そうなことには抵抗しません。だから始めるためには成功しやすい形に変えることが大切なのです。本の中では、できるかどうかではなく、やめてもいい形にするという言葉が紹介されています。途中でやめても失敗ではありません。始めたこと自体が前に進んだ証です。自分に優しい設定が結果的に行動力を育てる。そんな考え方が丁寧に語られています。印象的なエピソードや引用。この本の中には多くの人が自分のことだと感じるエピソードが出てきます。例えば、やるべきことがあるのに頭の中で後でやろう、今じゃなくていい、そんな声が何度も出てくる場面です。その声に従って少し休むつもりが、気づけばスマホを見続けていた。そして一日が終わり、できなかった自分を責めてしまう。そんな流れがとても正直に描かれています。そこで本はこんな言葉を投げかけます。動けなかったのはあなたが弱いからではない。この言葉はとても静かですが、心に深く残ります。さらに本の中では、行動できなかった日を失敗として数えない考え方が紹介されます。動けなかった日は休んだ日、準備をしていた日、心が追いつくのを待っていた日、そう言い換えてもいいのだと伝えています。この考え方に触れると、またダメだったという気持ちが、今日はここまででいいに変わっていきます。本は無理に前向きにさせません。ただ、今の自分をそのまま認めて、次の一歩を小さく示します。例えば、全部やるではなく、1分だけやる、1項だけ書く、1つだけ片付ける、そんな形で未来を作ると教えてくれます。その優しさが読んだ人の心をそっとほどいてくれる。そんなエピソードや言葉が何度も登場します。読んでいるうちに、これならできるかもしれない、そう思える瞬間が自然と増えていきます。実生活での生かし方。この本の内容は特別な人だけの話ではありません。毎日の生活の中ですぐに使える形で書かれています。例えば、朝の支度が面倒な時、仕事や勉強に手がつかない時、家の片付けを後回しにしている時、そんな場面でこの本の考え方は力を発揮します。この本の内容は朝の準備や仕事の取り掛かりのような場面でも役立ちます。大切なのは全部やろうと考えないことです。まずは立ち上がる。次に道具を出す。それだけで今日は合格。そう決めるだけで心の重さが変わります。また、人との関係でも役立つ考え方が紹介されています。返事をしなきゃと思っているのに気が重くてできない時、そんな時は長い文章ではなく、了解ですと一言だけ送ってみる。それも立派な一歩だとこの本は教えます。行動の形は人それぞれで構わない。続けるためには自分が辛くならない形を選ぶことが大切。そうやって自分に合った動き方を見つけることで、毎日は
少しずつ動きやすくなります。頑張らなくても完璧でなくても前に進める、その安心感が行動を支えてくれます。この本は生活の中で今の自分でできることを見つけるヒントをそっと差し出してくれます。だからこそ読み終えた後すぐに何かを試してみたくなる、そんな実用的な一冊です。まとめです。ここまでこの本の内容を紹介してきました。大切なのは頑張ることではなく自分を責めないこと、そして一歩をとても小さくすることです。やる気がない日も面倒な日もそのままの自分で動いていい。この本はそうやって優しく教えてくれます。行動できないのは意志が弱いからではなく脳の仕組みとして自然なこと。だからこそ無理に変わろうとせず仕組みを使って前に進めばいい。今日できるのは1分だけでもいい、1つだけでもいい。始めたこと自体が前進なのだと本は何度も伝えています。この考え方を知るだけで明日へのハードルは少し低くなります。できなかった日より始められた一瞬に目を向ける、そんな視点が毎日を優しく変えてくれます。もし今動けない自分に少しでも疲れているならこの本はあなたの味方になってくれるはずです。この本を読んだ方はぜひコメントで感想を教えてください。チャンネル登録も忘れなく。